ほー、千葉少年花子くん考察学園キャラ声でー。今回は最新話第79の回、赤い家その4のあらすじを紹介しつつ、物語の気になったポイントを解説&考察していきます。今回の動画には自爆少年花子くん15巻以降の話が含まれます。ネタバレが苦手な方はこちらでブラウザバックをお願いします。第78話の考察をまだ見てない方はこちらの動画を先に確認していただけるとさらに内容がわかりやすいと思いますので、こちらもよろしくお願いします。ついに明かされてきた花子くんたちの過去、そして司くんは一体どうなってしまったのか、てるやあかねくんたちは何をしているのか気になっていると思います。それではレッツ花子くん考察。第79の回、赤い家その4、あらすじ。考察の前にあらすじを簡単に説明します。78話で赤い家にいた少年がこうに自分の過去を語り、赤い家から出たらダメなんだよと言って終わっていました。その少年の正体は4歳の司くんで、あまねくんを助けるため何者かに願いを叶えてもらい、その代償に自分を見栄にしたため家から出られない状態だったのです。なんとも切ないストーリーですよね。司くんがどれだけあまねくんのことを好きだったのかがわかります。そして79話では物語はてるとあかねくんのターンとなります。こうとねねが赤い家を調査中、てるとあかねくんは七不思議の2番、岬階段について調べている最中でした。てる曰く2番の教会にあった神社、岬神社は昔に実在した神社で、神社合祀されて岬神社が管理していた物品は現在渚神社に保管されているとのことでした。その物品に何か教会につながるヒントがあるかもしれないと渚神社に来ていたのです。神社合祀というのは神社の合併政策のことであり、神社整理とも言います。神社の数を減らすということですね。神社合祀は主に明治時代末期に行われていたようです。そのため岬神社はなくなり、渚神社だけ残ったということですね。この神社と払い屋は仕事関係者のようなもので、てるとも関わりがあり、神社にある岬神社の所蔵品を見せてもらおうと思って渚神社に来ていたのです。神社の宮司である渚国重さんと話をしていると、てるの携帯にピロピロピロンと大きな音を立て、マナーモードにしたはずのスマホが鳴ったのです。てるは宮司と話している最中だったので、あかねくんに要件を聞くように伝えます。あかねくんがスマホの画面を見ると、こうくんからの着信でした。こうくんが今いる場所は赤い家の中。てるに連絡しようとした際、故障したようになり使えなくなっていたはず。一体どうして電話をかけてこられたのでしょうか。あかねくんは要件を聞こうとスマホを耳に当て、立て込んでいることを伝えようとした瞬間、謎の大きなキーンという音がし、電話の異変に気づきます。ザザー、ゴボゴボといった音がした後、スマホから聞こえたのは、あかねくん。宮司とてるにも聞こえるような大音量でその声は続けます。お願い、叶えてあげようか。その声を聞いたてるは、すぐにあかねくんから電話を奪い着信を切りました。電話をかけてきたのがこうからだったと聞いたてるは、かなり心配している様子。そしてその声を聞いた宮司が驚きを隠せない様子で、なぜあの子供から電話がかかってくると声を荒げます。あの子供、そう、電話の声の主は司だったのです。なぜ宮司が子供のことを知っているのか。それは宮司がゴンネギだった時代に関係がありました。ゴンネギとは神職の階級の一つで、宮司が会社でいう社長、ゴン宮司が副社長くらいで、ネギが常務から課長級でしょうか。ゴンネギが主任から社員、一般職員といったように神社内での役職のようなものです。何十年も前のこと。それは渚国重さんも若くてイケメンなので50年くらい前ですかね。
とある婦人こと湯木母と司くんが神社に訪れたようです。母が言うには、誕生日にいなくなった子が半年以上経ったある日、ひょっこり帰ってきたのだと。しかし気づいてしまった。あれは私の子ではない。姿、形こそ同じ。中身は別の何かにすり替わっている。といったようなことを話しますが、おとなしい子供を見た神社の人たちは、母の方がおかしなことを言っていると思い、お医者さんを呼ぼうとされてしまいます。その様子を尻目に、地面にお絵かきをする司くんに、渚国重さんが声をかけると、司くんは、国重くんのお願い、明日叶うよ。よかったね、と告げるのです。そして翌日、本当に願いが叶ってしまった国重くん。あの言葉は子供のたわごとだと思って過ごしていましたが、何年も経った後、あの子供とその家族が一家心中し、家に関わる者が次々に死ぬようになっていったと言います。あの家の呪いは手に負えず、源家のおばあちゃんが関わらないように決めたはず。まさかテルたちがいらぬ手出しをしたのかと、宮司は問いただします。事情を話す暇なく、宮司は怒って源家当主テルの父に報告すると電話しに行ったのです。茜くんは部屋を出ようとしますが、何かの力で部屋に閉じ込められてしまい出られません。テルなら出る術があるんじゃないかと振り向く茜くん。そこにはなんと何もかも嫌になり脱力してしまったテルがいたのでした。テルの本音を聞いた茜くんはテルをうまく励ましやる気を復活させます。そしてテルが持っていた刀で扉を叩き切ると、渚神社の家宝を奪い神社から出て教会へと向かうのでした。というのが79話のストーリーになります。79話考察。今回出てきた宮司の渚国重さん。彼は三崎家の子孫であり、ヤコの好きな渚先生とも関わりがありそうですよね。スマホから聞こえた、あーかねくん、お願い叶えてあげようかという声の主は、宮司が言うには、あの子供、つまり司くんの声だったそうで、吹き出しの描き方、文字の奇妙さから、赤い家の穴の中からした声と同じなんですよね。ということはつまり、半年後に帰ってきた司くんは、母の言う通り中身がすり替わっていて、それは穴の中の何者かになっているということで間違いないと思われます。誰にも信じてもらえない湯木母、めちゃくちゃかわいそうです。そして一家心中事件もやはり湯木家が一家心中していたようですね。新聞に書かれていた4箇所を捜索。この文字も気になります。どこを捜索したんでしょうか。テルが父のことを言われて無気力になっていたので、父が苦手なのかもしれませんね。生徒会長でも優等生でもないテルが見れる貴重なテルかわいい回だったので、テル推しもどんどん増えそうです。それではご視聴ありがとうございました。バイビー。